森田もんでです。今回は釣ったアオリイカをお家で飼育してやろうと密かに目論んでいる頭のいかれたクレイジー野郎が困らないようにと作った動画です。若干2年ではありますが、私の経験をもとに必要な準備や導入時、飼育時の注意点など可能な限りまとめましたのでご覧ください。おそらくアオリイカを飼育したい方はサイズの小さい秋口の進行を狙うと思いますが、水槽の立ち上げを考えると春の終わりぐらいには準備をし始めてほしいんです。というわけでこんな時期ですが、このような内容の動画を出しますのでチャンネル登録をよろしくお願いします。準備するものです。アオリイカの飼育にあたっては最低このサイズの水槽が欲しいです。90×45×45 センチ。実水量でいうと160リットル弱です。これより小さいとアオリイカが動いた時に壁にすぐぶつかってしまいますし、水質が悪くなる速度も速いので飼育が難しいと思います。あとこの水槽の上にろ過装置を置くのでフレームレスの水槽はやめましょう。スタイリッシュではあるんですけどね、ろ過装置が置けなくなりますのでフレームレスはやめてください。そして水槽台。水槽を置くこちらの台です。私は座って眺めることが多くなるでしょうし、上から手を入れて掃除をすることが多いだろうなと思ったので、少し背が低めの水槽台を使っています。そして水槽と水槽台の間に防振マットを敷いています。室内に水槽を設置する方はこの水槽台の下にもマットが欲しいところです。私の水槽は玄関の地面と同じしっかりした基礎の上に設置しましたので、水槽台の下にはマットは敷いておりません。次はろ過槽です。こちらです。これは上部フィルターと言います。ろ過にはいろんなシステムがあります。水槽台の下にろ過槽を別で設けるオーバーフローというシステムがたくさんの水量をろ過できるので最強の能力と言われておりますが、初期投資が一気に高額になるので今回は最低限ということでこの上部フィルターを紹介します。逆に言うと上部フィルター以下のろ過力だとアオリイカの飼育は厳しいと思います。こちらのポンプで海水を上のフィルターに送ってこのフィルターを通してろ過された水がここから水槽に戻ります。フィルターの中にはろ材というものが入っています。こういうものです。私はチャームさんで購入できるバクトサンドという名前のろ材を使っています。ろ過がどのように行われるかというと、イカを飼育しておりますよと、うんちとか食べ残しとか汚れを出しますよね。これらの汚れは主にタンパク質でできていて、放っておくとアンモニアというものすごく有害な物質になるんですが、海の中にはバクテリアという超有能な生物がおりまして、このアンモニアを亜硝酸、硝酸という風に悪影響の少ない物質に分解してくれます。上部フィルターではこのろ材にバクテリアを住まわせてあげて有害な物質を分解してもらうのですが、何もない綺麗なろ材にバクテリアを定住させてあげるにはちょっと手間がかかって期間も数ヶ月とかかかる場合があります。ですがこちらのバクトサンドというろ材は何ということでしょう。先ほど説明したバクテリアがすでに住み着いた状態で届きますので、汚れの分解サイクルをすぐに作り出すことができるという優れものです。そしてその上にスポンジを敷いてあります。大きなゴミや汚れはここに引っかかります。3週間に1回ぐらいの頻度で変えています。こちらももうそろそろ変えてあげないといけません。そして今ご紹介した上部フィルターと別に外付けでプロテインスキマというものをつけています。上部フィルターは食べ残しなどのタンパク質をバクテリアに分解してもらうというろ過の仕組みでしたよね。プロテインスキマはその分解前のタンパク質を泡に変えてある程度あらかじめ取り除こうぜという優れものです。こんな感じで汚れが溜まっていきます。これを設置してあげると上部フィルターの負荷がとても小さくなります。そしてこちらはサーフェスクリーナーと言います。水面に浮かぶ汚れとか油とかをきれいにしてくれます。餌として魚を使う機会があると思うんですけど、油の乗ったいい魚が食べられると水面にその油が浮くんですね。そうすると海水が濁ってくるのですが、サーフェスクリーナーをつけてあげると一発で濁りがなくなりました。これも状況次第でつけるといいかもしれません。ライトはもうこれが絶対におすすめです。寿のレイマックスという商品です。なぜかというと昼間は明るく夜は暗くという一日の明るさの変化を自動で段階的に行ってくれます。ライトがいきなりついたり消えたりすると驚いて墨を吐くことが多いので、アオリイカ飼育には絶対に使うべきライトだと思います。こちらのライトですが、私は水槽に少し影を作ってあげたかったので90センチの水槽に対して60センチ水槽用のライトをつけています。ただし水槽のサイズが違いますから付属のアタッチメントでは設置ができません。私の場合はこのように上から吊るしてうまく設置ができていますが、私と同じやり方をしたい場合は
ご注意ください。そして換気のためにサーキュレーターを2台設置しています。今のところこの2台でうまく循環ができていますね。ちなみに電源を供給するコンセントですが、地震や水替えの失敗などで水がかかるリスクを鑑みて、水槽よりも高い位置に必ず設置してください。次に水槽のレイアウトです。アオリイカに至っては岩みたいな隠れ場所がなくても上部フィルターの影があれば OK です。慣れるまでは人工海藻を入れておくかぐらいの気持ちでいいと思います。ちなみに私はこんな感じの人工海藻を入れておりましたけど、今は実験などで邪魔になりますし、何もないほぼまっさらな状態ですね。下に敷いてあるのは先ほどご紹介したバクトサンドです。フィルターに入っているものとはサイズが違います。フィルターのものは S サイズだったかな。水槽に敷いてあるものは S と M と XL がごちゃ混ぜになっていて、厚みが3センチぐらいになる量を敷いています。前に少しヒラメを買っていたので深めに入れましたが、イカの飼育にはそんなにいらないかなと思います。実は中に水槽をお掃除してくれる貝が住んでいますが、それは後ほどご紹介します。次です。水槽のお水は人工海水を使っています。このような粉から作ります。天然の海水じゃなくていいのかよとお思いの方がいらっしゃると思いますが、今の人工海水って非常に優秀で、水道水で溶かすだけで質のいい海水ができます。このバケツに溶かして作ります。何かの拍子でアオリイカが墨を吐いた時、場合によっては一度で大量に置換するので、常に100リットル分ほどのストックを持っています。そしてこれは 2.5 倍ぐらい濃いめに作ってあります。理由は2つあって、少ない容積で大量分をストックしたいというのが1つ。もう1つの理由は温度ですね。ストックは外置きしているんですが、例えば真冬の時期ってとても冷えますよね。濃く作ってあれば少し温かめの水道水で濃度を合わせることで適正な温度に調整できるというメリットがあります。水道水で合わせてすぐ使うので、同じ方法をされる方はこういうものを使ってカルキ抜きも忘れずにお願いしますね。ちなみにこのカルキ抜き、プロテインスキマを使用される方は粘膜保護と書いてあるカルキ抜きを絶対に使わないでください。プロテインスキマが永久に泡を吐いて使えなくなってしまいます。あと濃度調整をするときはこのような比重計を使います。こんな感じ。温度によって狙う比重が変わりますからご注意ください。水温は季節によりますが、うちの中は温度が比較的安定していて、だいたい冬場で18度、夏場は25度で変化します。このような温度計も一応ついております。ちなみにアオリイカの飼育実験では14度から34度の間で餌を追いかけることが分かっているらしいです。水を変えるときはこういうものを使います。チューブですね。あらかじめ片っ端が水槽の中に入っていて、こちらをひねるだけで水が出る仕組みなので、イカが驚くリスクが減ります。反対に海水を入れるときもこのチューブでゆっくり入れてあげます。できれば脚立を買った方がいいですね。こんな強引な上げ方はやめましょう、ほんと。そしてこちらは水質を見るキットです。これを海水につけるだけで pH がどれくらいか、あるいは硝酸や硝酸の濃度がどれぐらいかというのがわかります。こちらのケースにマスターのカラーが書いてあって、海水につけたキットと照らし合わせることで適正な水質かを判断できます。よっぽど変な濃度になることはないですが、週1か2週に1回ぐらい確認しています。水を入れましたらいよいよフィルターなどの電源を入れて水槽を稼働させましょう。2週間ぐらいしたら水槽全体にロカバクテリアが馴染んでると思いますので、いよいよ生態を投入します。ここでいきなりアオリイカを入れるのではなくて、パイロットフィッシュという魚を入れます。アクアリウムされる方の用語で分かりやすく一言で言うと丈夫な魚です。これを入れる理由は2つあります。1つは魚が住める環境になっているかどうかの確認、もう1つはロカバクテリアを繁殖させることです。パイロットフィッシュがご飯を食べてうんちをしますよね。そのうんちを餌にロカバクテリアが繁殖して水槽内のろ過サイクルが成熟していきます。で、どんな魚をパイロットフィッシュにするかですが、ネットで調べるとおそらくなんちゃらハゼとかなんちゃらギンポとか出てくるんですよ。ですがアオリイカ飼育したい方っておそらく釣り人ですよね。というわけでおすすめなのがサビキで釣れちゃうこの子たち、スズメダイと念仏ダイです。この子たちめっちゃ丈夫です。ある日1キロぐらいのイカを釣って持って帰ってきたんですが、何を血迷ったのか水槽の中に入れてしまって、入れた瞬間に思いっきり墨を分かれて水槽が見えないぐらいのレベルで真っ黒になったことがあったんですが、
その環境下でこの2匹は生き残りましたからね。少しのご飯でも長生きしますし、超丈夫なのでおすすめです。アオリイカが来たら餌にもなります。あと、ここで水槽に住んでいるイカ以外の生態を一応ご紹介します。主にお掃除屋さんの貝類ですね。これはマガキ貝といって、苔を食べてくれる貝です。長い頭を出しておちょぼ口で掃除してくれます。そしてこちらはムシロ貝。この子たちは食べ残しや糞を食べてくれます。6匹ぐらい入っています。普段は潜っていることが多いですが、イカが食事をすると食べかすセンサーが作動して表に出てくる可愛いやつです。そしてこちら見えますでしょうか。なんだかうようよしているキモいもの。横エビと言います。多分一回試しに入れた海ぶどうについてきて、その後めちゃくちゃ繁殖しました。水槽に害はありません。むしろうっすら食べた藻を食べてくれたり、魚を飼育する場合はこれが自然の餌になってくれたりするみたいです。はい、この子たちが問題なく水槽で生きられる状況でしたら、いよいよイカを導入です。まあ初めは秋の新子を狙いましょう。情報は縁起でも野縁でも浮きでもいいと思いますが、注意点があります。釣り上げたイカを地面に置くことは絶対に避けてください。ダメージになります。釣れたらタモか、可能であればバケツを使って海から抜き上げずにすくってください。ベストはバケツだと思います。タモは体表に傷がつく可能性があります。で、釣れたアオリイカを釣り場でどう生かすかですが、バケツの中でブクブクをつけて生かしてください。これはやりがちなんですが、スカリに入れるのは NG です。体表に傷ができて弱ってしまうので、スカリで生かすのはやめましょう。そしてバケツの中を頻繁に覗いてあげてください。顔をよく見せてあげるんです。アオリイカからはこちらが見えています。なんか無害だけどよく顔を見せてくるやつっていう印象を植え付けてください。もうこの時から飼育は始まっています。持ち帰り方はバッカンに大量の海水を入れてブクブクをつける方法がいいです。こちらでも一度紹介しましたが、この方法が一番水面が安定しますし、アオリイカに傷もつきにくいです。袋に入れて持ち帰ると胴の先っぽに傷がつきがちです。飼育をしたい場合は袋は避けた方が良いかと思います。さて、釣れたアオリイカを持ち帰ったら、アオリイカの入ったバッカンを水槽と同じ環境に1時間ほど置きましょう。これはバッカンの温度と水槽の温度を合わせるためです。ブクブクをつけていたら1時間ほどで温度が合ってくると思います。温度が合いましたら、こんな感じのバケツに水槽の水とバッカンの水を半分ずつ入れてからアオリイカを移し替えましょう。小さい水槽とか虫かごのような透明なものは推奨しません。壁がある方が安心して暴れません。アオリイカをバケツからバケツへと移動させるときは手袋を使います。ゴム面のついた手袋をつけて水の温度になじませてから両手でゆっくりすくって持ち上げてゆっくりと入れてあげればそんなに暴れません。また導入時は水槽のライトを暗めにしておきましょう。導入した瞬間に周りが暗いとびっくりして炭を吐きます。水槽の蓋を開けたらバケツの水と一緒に少しずつ流し込んで導入完了です。最初の1日2日はナイーブになっててご飯を食べないかもしれませんが、パイロットフィッシュとして念仏台を入れていれば水槽に慣れ次第食べてくれるはずです。信じて待ちましょう。正直ここは個体に当たり外れがあると思います。逆にここで食べてくれないと飼育は難しいかもしれません。すぐに食べてくれる子は飼育がしやすい個体だと思います。そして水槽の前にできるだけ自分の姿を見せてあげましょう。これは人に慣れてもらうためです。でかいけど無害なやつだということをアオリイカにすり込んでください。私は水槽前で在宅勤務をしたことがあります。超はかどりました。そして当然ですが、水槽の前では可能な限りゆっくりと動きましょう。急な照明のオンオフも避けて、基本的にはオートタイマー機能を使ってください。初めの魚を食べたら、あるいは魚を全然食べずに2日以上経過してしまったら、釣り具屋さんに売っている萌エビをあげてみましょう。餌をあげる前に水槽の外からよく見せてあげてください。今からこのエビをあげますよというような感じです。これを繰り返すと後々餌付けの時に役に立ちます。まずは3匹ぐらい水槽に入れて様子を見てください。くれぐれも私みたいにエビ行きとか言ってやらないでください。掃除が大変です。いい個体であればすぐに関心を示すと思います。ここまで来れば少し安心です。萌エビは釣り具屋さんにあれば割と安定して供給できますからね。そして魚と違って丸ごと食べてくれるので食べ残しが少ないのもいい点です。次に手からの餌付けに慣れさせましょう。最終的なゴールはスーパーのバナメイエビとか
魚の切り身をあげられる状態です。これができるようになると安定して餌を供給することができますし、コスパもいいし食べ残しも減るし、生き餌を生かしておく必要もないので多くの負担が減ります。あとは何より可愛いですね。多足類にご飯をあげられるなんて、君たち変態には夢のようでしょう。はい、なのでここを目指しましょう。餌付けの手順です。萌え火をあげるのに慣れてくると、水槽の外から萌え火を見せただけで、あ、今から萌え火くれるなという感じで、こんな模様になって構えるようになります。そして萌え火を水槽に入れた瞬間、待ってましたと言わんばかりに食べてくれるようになると思います。こうなったらある程度信頼関係ができているので、手からの餌付けにチャレンジしてもいいかと考えます。最初の餌付けは魚がいいと思います。そもそも魚の方が好きだということと、目がついているものに対する反応がいいみたいです。一番いいのは釣り具屋さんの生きたウグイを揚げる直前に脳締めしたものです。サイズもちょうどいいですし、身や皮が柔らかくて比較的ゴミが少なく済みます。脳締めをしたら鱗を取ってください。簡単に取れますし、ゴミが減ります。鱗を取ったら水槽の外から見せてあげましょう。萌え火を外から見せる癖がついていたら、魚でも反応すると思います。尻尾を掴んで上から上げてみましょう。照明は夕方ぐらいの少し暗めにした方が成功率が上がる印象です。一番初めは根気がいります。30分ぐらい格闘することもあると思います。アオリイカも魚を食べようかとても迷っている状態のはずです。しんどいと思いますが、付き合ってあげてください。彼らは賢いので、これが5日間ほど続けば、手でくれるものは食べ物だと判定してくれるようになります。なので徐々にウグイの頭やヒレを落として食べ残しになる部分をあらかじめトリミングして与えていきましょう。これにも慣れてきたら、いよいよスーパーで買ったバナメイエビとか魚の切り身を揚げていきましょう。冷凍したものはしっかりと解凍してください。凍ったところに当たると怪我をしますし、炭を吐きますしで大変です。個人的には油汚れにならないのでバナメイエビがベストかなと思います。ここまでできるようになれば、ある程度安心して飼育ができて、いろんな触れ合い方とか実験とかができるようになるかと思います。はい、いかがだったでしょうか。アオリイカを飼育したいという超絶ニッチな変態野郎にお届けする動画でした。面白かったらぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。また本内容に限らず、ご質問や疑問がございましたら、ぜひコメントをお願いいたします。それでは今日はこの辺で、またお会いしましょう。